前回までのあらすじ。フェリーで新門司港に到着し、阿蘇を経由して熊本の快活クラブに宿泊。さあ、九州ツーリング3日目のスタートです。皆さん、おはようございます。今日はここ熊本の快活クラブを出発し、佐賀県方面に北上、糸島を経由して福岡を目指します。最初の目的地は佐賀県吉野ヶ里遺跡です。市内を走ると混みそうなので、西へ進み海沿いの道へ。朝に海沿いを走るのは気持ちいいですね。ライダーさんとも結構すれ違ったので、人気の道なのかもしれません。それにしても九州は日が昇るのが遅いので、8時半を過ぎているのにまだ早朝に走っているみたいで不思議な感覚です。10分ほど走り、有明海沿岸道に。ここ福岡県の大牟田から大川方面までを結ぶ道路です。楽しく橋を渡って20分ほど走り、柳川東出口で降ります。吉野ヶ里まではひたすらのどかな道を走っていきます。10分ほど走って佐賀県に突入。吉野ヶ里遺跡まではあと 10km です。そろそろ燃料を入れたいところですが、田んぼしかないですね。ということで遺跡の手前のガソリンスタンドに。残り1メモリー。危なかったですね。さあ、ガソリンを入れたところで吉野ヶ里遺跡に向かいましょう。ということで、スタンドから3分ほどで吉野ヶ里歴史公園に到着。駐車場はバイクは100円で止められます。お金はポケットに入れときましょう。ちゃんと二輪専用のスペースがあります。公園は9時から開いているので、もう少しだけ早く到着したかったですね。さて、それでは遺跡見学といきましょうか。券売機でチケットを買って中に入ります。ということでゲートをくぐって橋を渡り、遺跡の方へ。ちなみにチケットは大人460円でした。見終えた後なので言えることですが、結構お得だと思います。ここの門をくぐって遺跡の中へ。坂もぎと観光が早速お出迎えしてくれます。少し歩いて南内閣に。観光と柵で囲まれたここは、村を治めていた王やそれに準ずる人たちが暮らしていたとされているところです。歴史の教科書で見た景色が広がっていますね。竪穴式住居の一つに入ってみましょう。入り口は狭く、かがまないと入れない高さ。中はひんやりとしていて快適ですね。私の部屋より大きくて羨ましい。それでは物見櫓の一つに登ってみましょう。この南内閣には4つの物見櫓があり、侵入者が来ないか見張っていたようです。内閣の内側もよく見渡せて気持ちいいですね。それでは次は北内閣の方に進みましょう。奥に見える大きな建物がそれですね。では北内閣に入っていきましょうか。中が見えないように入り口の前には柵が張られていますね。柵を抜け、一番大きなこの建物が主祭殿ですね。中では吉野ヶ里の国全体の重要な事柄を決める会議を行ったり、祖先の霊への祈りや祭りを行ったりした中心的な建物と考えられているそう。弥生時代にこんなにも立派な建物があったことに驚きました。その後も観光の中に入ってみたり、桜を見たりしつつ、ス
スタンプも集めて見学終了。楽しかったですね。遺跡の建物の前には説明が書いてありましたが、どうしてこの建物があったと分かったのか、また王や権力者の家ではなく一般人はどんな暮らしをしていたか、なんていう風にいろいろ調べたくなりましたね。それでは次の目的地へ。次は佐賀と福岡の県境付近にある白糸の滝を目指します。風情のある水車などを横目に1時間ほど北上していきます。雰囲気のある川に沿って山の中へ。木々が生い茂る山道を通って福岡県は糸島市に突入です。ここまで来れば白糸の滝まではあと少しです。ということで白糸の滝に到着。バイクを止めて滝を見に行きましょう。駐車場は結構広いので日曜日ですが余裕で止められました。行く前に想像していたのはもっとこじんまりした感じだったので、思ったより観光地化されている印象でした。お店もいくつかあります。そしてその奥には白糸の滝です。上流からの水がいくつも分かれてたくさんのところから流れ落ちています。立派な滝で見栄えがいいなという感想です。例のごとく望遠レンズしかないので下がって撮ってもこれが限界でした。でもとっても良かったです。さあ滝を楽しんだところで次は糸島観光と行きましょう。観光の前にお腹が空いたので山を下ったところでお昼を食べましょう。白糸の滝にいるとき美味しそうな魚屋を見つけたので来たのですが、行列なので先にある2号店に行きましょうか。ということで2号店に到着。こちらの塚本鮮魚店2号店はお寿司中心の店舗みたいです。海鮮丼もあるようなので入っていきましょう。頼んだのは漬けカンパチ丼。最高です。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。カンパチ丼が美味しいのはもちろんのこと、茶碗蒸しやあさりの味噌汁に至るまで全部美味しかったです。ごちそうさまでした。それでは次の目的地芥屋の大戸に向かいましょう。弁天橋を渡り玄界灘の方へと進んでいきます。ということで駐車場の前に来たのですが結構混んでいますね。奥の入り口に行くとたまたま原付の横が空いていたので止めさせてもらいます。ラッキーでした。ここと芥屋の大戸は目と鼻の先みたいですね。日曜日なので人が多いですが、皆さんそんなに柱状節理が好きなんでしょうかね。少し歩いて海の前に鳥居をくぐって左手に見えるのが芥屋の大戸ですね。このカメラでは伝わりにくいのでここは望遠レンズの出番ですね。これはすごいですね。こんなに綺麗に柱状節理が見れるとは思ってなかったので驚きました。本当は芥屋の大戸というだけあって洞窟があるのですが、遊覧船に乗って海上からではないと見れないというので今回は諦めました。誰も芥屋の大戸を見ていないのになんでこんなに人がいるのかと思ったら、皆さんこちらがお目当てみたいです。確かにかがまないとくぐれないほどの木のトンネルはさながらトトロの世界のようですね。とっても綺麗なところなのですが階段の傾斜がきついので足元注意です。
木のトンネルを抜けると玄界灘を見渡すことができます。海が綺麗ですね。ありがとうございました。ここは人が少ない早朝に訪れるのが良さそうですね。昼過ぎだと外国人観光客のバスツアーが来ていたので、思ったよりゆっくり楽しめなかったというのが本音ですね。さあ、ということで次の目的地に向かいましょうか。次は糸島半島を東へ進み、桜井二見ヶ浦、夫婦岩を目指します。15分ほど走ると左手には海が。本当に南の地域の海は青くて綺麗なんですね。そして前方には夫婦岩が見えてきました。夫婦岩の前で駐車しようと思ったのですが、どこも満車ですね。一旦どこかで折り返してもう一度探してみましょう。ということで折り返してきたのですが、ちょっと厳しそうですね。バイクから十分見られたのでよしとしますか。せっかくここまで来たので近くの桜井神社に。木造の歴史を感じるもんですね。先ほどの喧騒とは打って変わって静かに回ることができました。ありがとうございました。後に知ったのですが、ここ糸島は当時放送中だった NHK の朝ドラ「おむすび」の舞台だったそうで、にぎわっていて当然ということですね。下調べ不足でしたね。それでは島サンセットロードを通って福岡方面に向かいましょう。次の目的地は博多湾の北部鹿の島です。気持ちいい海沿いのカーブを走って東へ進んでいきます。1時間ほど走り、左手には福岡タワーの見えるベイエリアに学校やショッピングモール、奥にはペイペイドームもあって栄えていますね。雰囲気が良かったのでここに住みたくなってしまいました。鹿の島まではあと50分ほど。ここまであまり触れていなかったのですが、出発した際の金沢が寒かったせいでダウンを着てきたのですが、現在気温が20度ほど。走っていないと本当に暑いです。そしてこの海の中道大橋を渡ると、鹿の島と本土を結ぶ陸警察海の中道に入ります。現在時刻は17時過ぎ。ちょうど鹿の島で夕焼けが見れそうです。10分ほど走ると左手には鹿の島が見えてきました。海の上を突っ切るように伸びるきれいな一本道。この橋を架けた後、砂が溜まって鹿の島と本土が陸続きになったみたいです。この橋を渡ればいよいよ鹿の島です。ということで鹿の島に上陸。山の上にある潮見公園展望台を目指します。ナビに従って参道へ。この時はまだ地獄を見ることになるとはみじんも思っていなかったのです。公園の看板は左矢印ですが、 Google マップは右だというので信じて右へ。怪しくなってきました。今走っている部分も十分走りづらいのですが、途中から現れたのはデコボコな石畳。ここで止まったら確実に転ぶなと全力でスロットルを回してバイクにしがみついていました。しっかり積載したオンロードバイクで行く場所ではなかったですね。なんとか登りきり、展望台の駐車場までたどり着きました。ここまで来れて本当に良かったです。まだ心拍数が収まっていないですが、展望台に行きましょう。
緩やかな上り坂を歩いていき、左手に展望台が見えてきました。苦労してここまで来たので、さぞ綺麗な景色なんでしょう。階段を上りきって、ついに。これは綺麗ですね。先ほど走ってきた陸警察の海の中道と、うっすらですが福岡の市街地の方も見えました。開けているので風も強かったですが良かったですね。それでは鹿の島を一周して夕日を楽しんでから、京都丸快活クラブに向かいましょう。帰りは先ほどの国道ではなく、多分正規ルートだろう方から帰ります。こんなにいい道があるのに、なんで石畳を走ったんだろうか、なんて思いながら下っていきます。皆さんも展望台に行かれる際は気をつけてくださいね。山を下り海岸沿いの金銀街道にやってきました。海も穏やかで走っていて気持ちいい道ですね。左カーブを抜けると夕日が眩しい。鹿の島は観音和の名の国王の文字が刻印された金印が発見された場所で、金印レプリカを飾った公園もあるそうです。海が綺麗なのでこの先で写真でも撮りましょう。これは最高のロケーションですね。いい写真もたくさん撮れたので大満足です。ということで鹿の島を立ちます。いろいろありましたがとても良かったですね。ありがとうございました。京都丸快活クラブは福岡空港の近くなので、福岡の市街地を回避するために短距離ですが高速に乗ります。アイランドシティ入り口から福岡高速へ。お気づきの方もいるかもしれませんが、今回快活の席の確保に焦っていないのは、中四国ツーリングの反省を生かしてちゃんと予約しているからですね。3日前までならアプリで予約できるので、出発前にしておくと気が楽です。薄暗くなる中、福岡高速環状線を走り、20分ほどで月熊出口を降ります。ということで快活クラブに到着。一旦快活に荷物を置いた後、ご飯を食べに行きましょう。さて、今日の夜ご飯はごぼ天うどん。大地のうどんというお店が有名なようなので20分かけて行ってみることに。ということで到着。太宰府の方まで来たのですが、なんだか空いていますね。あらあら、これは閉まってますね。時間的にはまだやってると思ったのですが、玉切れのようですね。うどんを食べるのを結構楽しみにしていたので、かなりショックです。もう9時近くなので帰りにスーパーでも寄っていきましょう。ということで戻ってきました。空港近くのスーパーは地物が全然ありませんでした。ということで何とも閉まりませんが、今回はここまで。また次回お会いしましょう。さようなら。次回は西に進んで佐賀、長崎編。食べて、渡って、走って、渡って、見て、食べて。かなり盛りだくさんです。次回も楽しみに。